アケメネス朝ペルシア帝国、世界帝国の原型を作った王たち。多くの人がアケメネス朝ペルシア帝国の名を聞いて思い浮かべるのはギリシアとの戦いかもしれません。マラトンの戦い、テルモピュライの戦い、サラミスの海戦。ギリシア側の物語ではペルシアはしばしば巨大な侵略者として描かれます。自由なポリスを脅かす東方の大帝国、圧倒的な兵力を誇りながら小さなギリシア都市国家に敗れた巨大国家。しかしそれだけでペルシアを見てしまうとこの帝国の本当の姿は見えてきません。アケメネス朝ペルシアは単にギリシアに攻め込んだ国ではありません。それは西は小アジア、南はエジプト、東はインダス方面、北は中央アジアにまで広がった古代世界最大級の帝国でした。そこには言葉も神々も法律も生活習慣も違う無数の民がいました。都市文明の古い伝統を持つバビロニア、ナイルの王国、エジプト、小アジアの豊かな都市、イラン高原の騎馬民、そして帝国の周辺に点在する様々な民族、それらをどうやって一つの国家として支配するのか。アケメネス朝ペルシアの本質はそこにあります。この帝国はただ征服しただけではありません。征服した世界を統治し、税を集め、情報を運び、各地の有力者を従わせ、王の権威のもとにまとめ上げようとしました。つまり、アケメネス朝ペルシアは、古代世界において、世界帝国とは何かを最初期に示した国家だったのです。第一章、キュロス大王、剣で征服し、寛容で支配した男。アケメネス朝ペルシアの物語は、一人の王から始まります。キュロス2世、後にキュロス大王と呼ばれる男です。彼が現れる以前、イラン高原のペルシア人は古代オリエント世界の中心にいたわけではありませんでした。そこにはすでにメディア、リディア、バビロニア、エジプトといった強国が存在していました。キュロスはまずメディアを倒します。これによってペルシアは一気にイラン高原の主役となりました。だが彼の拡大はそこで止まりません。小アジアの富裕な王国リディアを下し、さらにメソポタミアの中心バビロンへ進みます。バビロンは古代世界屈指の大都市でした。巨大な城壁、神殿、王宮、豊かな農地と交易、ここを支配するということは単に一つの都市を取ることではありません。古代オリエント世界の権威を手に入れることでした。そしてキュロスはバビロンを手に入れます。ここで重要なのは彼が単なる破壊者として振る舞わなかったことです。古代の征服者は都市を焼き神殿を壊し住民を移住させることも珍しくはありませんでした。しかしキュロスは征服した都市の神々や祭司、現地の秩序をある程度尊重しながら支配する方法を取りました。もちろん彼は理想主義だけではありません。従わない者には力を使う、反乱には容赦しない。そこは古代の征服王です。けれどキュロスの凄さは征服の後にありました。彼は奪った世界をただ壊すのではなく、利用した現地の神官、役人、貴族、都市の仕組みを完全に消すのではなく、ペルシア王権の下に組み込んだ。ここにアケメネス朝の大きな特徴が見えます。剣で征服し、寛容で支配する。これがキュロス大王の強さでした。彼は多くの国を倒しました。しかし同時に倒した国々を帝国の中に取り込む方法を知っていた。だからこそペルシアはただの軍事国家ではなく巨大帝国へ成長していくことができたのです。第2章、ペルシアはなぜ巨大化できたのか。なぜペルシアはこれほど急速に巨大化できたのでしょうか。答えは単純な軍事力だけではありません。もちろんペルシア軍は強かった。騎兵、騎兵、各地から集められた兵力、王の命令に従う遠征軍、その軍事力は帝国拡大の大きな柱でした。しかし本当に重要なのは征服した後の姿勢です。ペルシアは征服した土地を全て同じ形に塗りつぶそうとはしませんでした。各地の民族にはそれぞれの言葉があり、神々があり、慣習がある。その全てを無理やり壊そうとすれば帝国は反乱だらけになります。だからペルシアはある程度の自治や伝統を認めました。ただしそれは優しさだけではありません。極めて現実的な統治の技術でした。現地の人々が従うなら彼らの神を残す。
現地の有力者が協力するならその地位を利用する。税を納め兵を出し王に忠誠を示すならその地域の慣習を完全には破壊しない。だが反乱すれば潰す。この柔軟さと厳しさの組み合わせがペルシア帝国を大きくしました。帝国とは広い領土を持つだけでは成り立ちません。異なる人々を完全に同化させなくても支配できる仕組みが必要です。アケメネス朝ペルシアはその方法を早い段階で実践した国家でした。ここがペルシアをただの東方の大国として見てはいけない理由です。彼らは古代世界において非常に高度な統治国家でした。力で奪い、制度で保ち、権威でまとめる。その姿は後のローマ帝国、イスラム帝国、モンゴル帝国、オスマン帝国、大英帝国にまで通じる巨大国家の原型の一つだったと言えます。第3章、カンビュセス2世、エジプトを飲み込んだ王、キュロス大王の死後、帝国を継いだのがカンビュセス2世です。彼の時代、ペルシアはさらに南へ進みます。標的となったのはエジプトでした。エジプトは古代世界の中でも特別な国です。ナイル川がもたらす豊かな穀物、何千年も続く王権の伝統、神殿、神官団、ファラオの権威、エジプトを支配することはただ領土を増やすことではありません。古代世界で最も古く、最も名高い文明の一つを自らの帝国に組み込むことでした。カンビュセスはエジプトへ遠征し、これを征服します。この瞬間、アケメネス朝、ペルシアはメソポタミア、イラン高原、小アジアに加えてエジプトまでも支配する巨大国家となりました。オリエント世界の主要文明がペルシア王の権威の下に入っていく。これは当時の人々にとって圧倒的な出来事だったはずです。しかし広大な帝国は広ければ広いほど不安定になります。カンビュセスの晩年、王位継承をめぐる混乱が起こります。帝国各地で不安が高まり、反乱の火種が生まれました。巨大帝国は征服するだけなら勢いで広がることがあります。しかし大菓子に後継者が揺らぎ、各地の支配者が動き出した時、本当の実力が問われます。帝国はこのまま分裂するのか、それともより強い仕組みによって再編されるのか。そこで登場するのがアケメネス朝最大級の統治者、ダレーオス一世です。第4章、ダレーオス一世、帝国を仕組みに変えた王。キュロスが帝国を作った王なら、ダレーオス一世は帝国を動かす仕組みを作った王です。彼が即位した時、帝国は不安定でした。各地で反乱が起こり、王権の正当性も問われていました。ダレーオスはまず、それらの反乱を鎮圧します。力によって帝国を再統一する。しかし、彼の本当の重要性はその後にあります。ダレーオスはただ反乱を潰しただけではありません。広大な帝国をどう支配するか、その仕組みを整えていきました。帝国をいくつもの行政区に分け、それぞれに総督を置く。この総督はサトラップと呼ばれました。彼らは地方を管理し、税を集め、治安を維持し、王の命令を実行します。しかし、地方総督に力を与えすぎれば、反乱の危険がある。だから王は監視の仕組みも必要としました。地方に任せる。だが完全には信用しない。統治させる。だが王の目から逃れさせない。ここに帝国運営の難しさがあります。さらにダレーオスは税制を整え、貨幣を発行し、道路と通信の制度を発展させました。広い帝国では王の命令が届くまでに時間がかかります。反乱が起きてもその情報が遅れれば手遅れになる。税を集めるにも道が必要です。軍隊を動かすにも道が必要です。商人が移動するにも道が必要です。つまり帝国とは領土ではなく流れです。情報の流れ、税の流れ、兵の流れ、物資の流れ、命令の流れ。ダレーオスはその流れを整えた王でした。ここでアケメネス朝ペルシアは単なる征服王国から制度を持つ世界帝国へ変わっていきます。キュロスが帝国を作り、ダレーオスが帝国を動かした。この一言にアケメネス朝の本質が詰まっています。第5章、王の道、広すぎる帝国をつなぐ欠陥。広大なペルシア帝国を象徴するものの一つが王の道です。王の道は帝国の中心と西方の重要地域を結ぶ幹線道路でした。そこを使者が走り、命令が運ばれ、情報が行き交い、軍や武士が移動していきます。古代の巨大国家にとって道はただの道ではありません。それは帝国の欠陥です。
王がどれほど強大でも命令が届かなければ支配できません。軍がどれほど多くても必要な場所へ動かせなければ意味がありません。税を集めても中心へ運べなければ国家は動きません。ペルシア帝国の強さは戦場だけにあったのではありません。むしろ戦場に軍を送り、各地の支配を保ち、王の意思を遠方にまで伝える仕組みにありました。ここは後のローマ帝国と比較すると分かりやすいです。ローマもまた道路によって帝国を結びました。軍団を素早く動かし、属州を管理し、都市を結びました。しかし、ペルシアもまたそれ以前に巨大国家を道で結ぼうとした帝国でした。道とは支配の形です。地図の上に線を引くこと、それは王の力がそこまで届くという宣言でもありました。ペルシア王の命令は山を越え平原を渡り都市から都市へと運ばれていく、その姿こそ世界帝国の現実でした。第6章、ペルセポリス、世界が王の前に並ぶ都。ペルシア帝国を語る上でペルセポリスを避けることはできません。ペルセポリスはただの宮殿ではありませんでした。それは帝国そのものを見せるための舞台でした。巨大な石の階段、壮麗な柱、王の権威を示すレリーフ、そして各地の民族が貢ぎ物を持って王のもとへ進む姿。人々は皆同じ格好をしているわけではありません。服装が違う、髪型が違う、持っている品が違う。彼らはそれぞれ別の土地、別の文化、別の伝統を背負っています。しかしその全てが王の前に並ぶ。ここにペルシア帝国の思想があります。世界は多様である。しかしその多様な世界は王の秩序の中に置かれる。ペルセポリスは武力の拠点というより権威の劇場でした。王はただ命令するだけではありません。王は見せるのです。自分の前に世界が集まる姿を、異なる民族が自発的に秩序へ参加しているかのような姿を、帝国がただの暴力ではなく壮大な秩序であるかのような姿を。もちろん現実の支配には暴力も税も強制もあります。だが巨大帝国は暴力だけでは長く続きません。人々にこの秩序は避けられないと思わせる必要がある。王の権威を目に見える形にする必要がある。ペルセポリスはそのための都でした。そこでは建築も彫刻も儀礼も全てが王権の象徴になっていました。第7章、ペルシア戦争、帝国の辺境で起きた火種。ここで物語はギリシアへ向かいます。今回はギリシア側ではなくペルシア側から見てみます。ペルシア帝国にとってギリシア本土は世界の中心ではありませんでした。むしろ帝国の西端にある扱いにくい小勢力の集まりです。重要だったのは小アジア沿岸のギリシア人都市でした。彼らはペルシアの支配下にありながらギリシア本土の都市国家とも文化的につながっていました。この地域で反乱が起きる。それを本土ギリシアのアテネなどが支援する。するとペルシア王から見ればこれは単なる地方反乱ではなくなります。帝国の秩序に対する挑戦です。なぜなら巨大帝国にとって最も恐ろしいのは辺境の反乱が連鎖することだからです。一つの都市が反乱し、それを外部勢力が支援し、それを見た他の地域が揺らぐ。それを放置すれば王の威信が傷つく。だからペルシアはギリシアへ向かいました。これは単に東方の王が西方を征服したくなったという話ではありません。帝国の辺境管理の問題がやがて大戦争へ拡大していったのです。ギリシア側から見ればペルシア戦争は自由を守る戦いでした。しかしペルシア側から見ればそれは帝国秩序を乱す地域への懲罰であり、辺境支配を維持するための戦いでもありました。視点を変えると同じ歴史が全く違って見えてきます。ペルシアはただ負けるために現れた巨大な敵ではありません。ペルシアは巨大すぎるがゆえに辺境の小さな火種にも反応せざるを得なかった帝国でした。そしてその戦いがギリシア世界を大きく変え、やがてアレクサンダー大王の東方遠征へとつながっていくのです。第8章、巨大すぎる帝国の弱点。アケメネス朝ペルシアは非常に優れた帝国でした。しかし巨大であることは強さであると同時に弱点でもあります。領土が広い。それは多くの資源を持つということです。多くの兵を集められるということです。豊かな地域から税を得られるということです。しかし同時に守る場所が多いということでもあります。反乱の火種が多いということでもあります。王の命令が届くまでに距離があるということでもあります。
各地の民族を残す柔軟な支配は帝国を安定させる力になりました。しかしそれは各地に独自の勢力が残るということでもあります。地方総督は必要です。だが強すぎる総督は王にとって危険です。現地の伝統を尊重すれば安定します。だが中央の統制は弱まります。多様性を抱えれば帝国は豊かになります。だが統一された意思を持つことは難しくなります。ここに巨大帝国の宿命があります。広い帝国は外敵より先に自国の制度の枷に苦しむことがある。アケメネス朝ペルシアもまた繁栄と不安定さを同時に抱えていました。王が強い時帝国はまとまる。王が弱い時各地は揺れる。中心が揺らげば辺境は動く。それでもこの帝国は長く続きました。それはペルシアの統治が単なる暴力ではなかったことを示しています。力だけの帝国ならここまで広くここまで長くは続きません。ペルシアは権と制度、寛容と監視、地方自治と王権を組み合わせて巨大な世界をまとめようとしたのです。終章、世界帝国の原型。アケメネス朝ペルシア帝国は最終的にアレクサンダー大王によって滅ぼされます。ギリシア世界から現れた若き征服者はかつてギリシアを脅かした大帝国へ攻め込み、王の王を倒しペルシア帝国の中心へ進みました。だがここで忘れてはいけないことがあります。アレクサンダーが倒した相手はただの老いた国ではありません。彼が挑んだのは何世代にもわたってオリエント世界を支配した古代最大級の世界帝国でした。そして皮肉なことにアレクサンダー自身もまたペルシアの遺産を受け継ごうとします。彼はただペルシアを破壊しただけではありません。ペルシアの王宮に入りペルシアの貴族を利用し東西の融合を試み巨大な領域を一つの支配下に置こうとしました。つまりペルシア帝国は滅ぼされた後もその考え方を歴史に残したのです。多民族を支配すること、広大な領土を道と行政で結ぶこと、現地の伝統を利用しながら王の権威を通すこと、帝国を単なる軍事征服ではなく制度と象徴によって維持すること、これらは後の多くの帝国に通じる発想でした。ローマもイスラム帝国もモンゴル帝国もオスマン帝国もそして近代の植民地帝国も形は違っても同じ問いに向き合います。広すぎる世界をどうやって支配するのか、異なる人々をどうやって一つの秩序に置くのか、王や国家の命令を遠く離れた土地にどう届けるのか、力だけでなく何によって人々を従わせるのか、その問いに古代世界で大きな答えを示したのがアケメネス朝ペルシアでした。ペルシアはギリシアに敗れたから有名なのではありません。ギリシアが恐れアレクサンダーが倒し後の帝国たちが避けて通れないほど巨大で洗練された国家だったから重要なのです。アケメネス朝ペルシア帝国、それは古代世界に現れた最初期の本格的な世界帝国であり、後の巨大国家たちが向き合うことになる問いを最初に大規模な形で示した帝国でした。世界帝国とは何か、その答えはローマよりも前にすでにペルシアの大地に刻まれていたのです。チャンネル登録、高評価お願いします。